2012年7月、とあるゲームの制作が発表され同時に公開された PV はジョジョ界隈に激震を走らせた。発表されたそのゲームのタイトルはジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトル。原作の絵がそのまま動いてるかのような超美麗グラフィック、その良さを余すことなく引き出すダイナミックなモーション。そして当時それまでメディアミックスに縁のなかった部の主人公たちが声付きで参戦し、注目度は最高潮。他にもその後数々の PV が打ち出され YouTube に投稿された公式 PV は瞬く間に100万再生を突破し、現在多いもので400万再生以上。そして2013年8月29日、満を持して発売された本タイトルは初週売上 42.5 万本以上という驚異的な記録を残した。までは良かった。だがその後が良かねえ。しかし手放しで喜べたのはそこまで。発売前の超クオリティの PV の裏には様々な問題点が山積みだったのだ。このゲームの問題点は主にゲームバランスの悪さとシステムやモードのお粗末さ加減。要するにビジュアル面以外の大部分の要素に問題があった。当時購入した多くのユーザーの期待はそのまま怒りに反転し、発売当初のこのゲームは荒れに荒れた。ちなみに投稿主も発売日に予約購入したユーザーの一人。それから一度も手放さず今でもパッケージを持っていることをあらかじめ断っておく。今回は発売当時の様子を振り返りながらこのゲームを紹介していこうと思うよ。このゲームのジャンルはスタイリッシュ対戦格闘ジョジョアクション。いわゆる格ゲーである。一人用のモードとしてはストーリーモードとキャンペーンモードがあり、そして格ゲーの醍醐味とも言えるオンライン対戦がある。しかしながらゲーム開始直後に使用可能なキャラは、各部の主人公と主要人物が一人ずつのみ。残り半分以上のキャラを解放するにはまずストーリーモードのプレイが必須条件となる。このゲームは発売前に数多くの PV が公開されたりイベントが開催されるなど非常に宣伝に力が入っていた。山手線1編成を ASB の広告で丸ごとジャックしたり、新宿の街中に大画面で PV を流すなんてこともやっていた。しかしながらストーリーモードについての情報はこのパート選択画面のみ。肝心のストーリーモードの内容は全く公開されていなかった。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター。彼は石仮面の力で吸血鬼と化したディオを止めるため、炎上するジョースター邸で捨て身の戦いを挑んだ。そしてかろうじてディオを倒すことに成功する。だが鬼人ツェペリ。あらすじが流れ、第一部のストーリーが始まる。しかしその次に始まったのは背景画像1枚に無音で表示されるテキスト。ロード画面も兼ねているので終わるまでスキップは不可能だし、ボイスはもちろん話ごとに1枚絵が表示されるわけでもない。各部の最初と最後にボイスと BGM があるのみで全てこの形式で進行する。座ったままの姿勢、膝だけであんな跳躍を。何者。よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。だが生きているぞ、石仮面の男も。原作のやりとりから始まるのはいいのだが、ステージは宿敵ディオとの最終決戦の地。それもそのはず、このゲームのステージは各部から1から2つで合計12。第1部のステージは現在戦っているこのステージのみである。このようにストーリーで2種類以上のステージが使われる部は5部と6部だけで、他の部は全て1種類のステージで展開される。ステージ一つ一つのクオリティは非常に高く小ネタも盛りだくさんなのだが、それゆえに数を用意できず原作に沿った展開を行うというストーリーモードとは相性が悪い。また各部の話数の配分や構成がかなり大雑把。参戦キャラ数が比較的多い3部は最初バラエティに富んだ対戦カードが見られるのだが、そう思った矢先いきなり3部序盤の山場であるホルホース戦をなんと3連続。その次は終盤のディオ4連戦といくらなんでも偏りすぎ&話が飛びすぎな展開が見られる。4部以降でも似たようなことになるのだがそれもそのはず、このゲームで実装されているのは味方キャラが中心。柱の男が3人とも実装されている2部はまだ良かったが、他の部における完全な敵キャラは基本的に各部1人もしくは2人。敵から味方になったキャラが1人もしくは全くいないこの先の部は話の飛び方がさらにヤバくなる。お次は第5部、前3は、このゲームの第5部で敵として戦ったキャラで実装されているのはブチャラティとディアボロのみ。
一番最初のブチャラティ戦が終わると一気に中盤のブチャラティ VS ディアボロまで時間がぶっ飛ぶ。さらにその次は他に戦う相手がいないので一気にラストバトルまでぶっ飛ぶ。6部以降はさらに実装キャラが少ないので時は加速する。第6部はいきなり中盤の新規戦から始まりそのまま3連戦の全3話。第7部は原作にないジョニー VS ジャイロ戦も交えて全4話。プレイヤブルキャラの実装具合の事情で5から7部はかなり駆け足気味となる。戦闘中の各演出や BGM は本当に素晴らしいのだが、ストーリーモードはずっと背景画像にテキストだけという状況が続く。これでは各部の冒頭と終わりに流れる専用 BGM とフルボイスのあらすじがもったいない。せめてアーケードの格ゲーよろしく部の最初と最後だけでもカットシーンを入れて欲しかった。私も知らない新しい物語が出てきたわ。そして7部までクリアすると第8部が出現。当時ジョジョリオンはまだ連載が始まってから時期が浅く、単行本4巻が出たばかり。なので本ゲームのストーリーモードではオリジナルの展開になる。のだが、待て！お前は何者なんだ？ゾンビになど誇りある我が名を教える必要なし。俺は自分のことを調べているだけだ。この野郎、きっちりとぶちのめしてやる。俺は自分のことが知りたいだけなんだ。てめえがかかってこなくてもやるぜ。といった具合になぜか壁の目から各部の主人公が出てきて、なぜか問答無用で襲われて、なぜか勝つと壁の目に倒した主人公が消えていくがひたすら繰り返される。原作でジョウスケにまだ謎が多い状態なので、どのキャラに対しても特殊な掛け合いなどは一切ない。そんな内容が各部の主人公プラス自分自身を倒すまで続き、なんと全8話。先ほどは5部以降のボリュームの少なさを問題視していたが、この内容を延々とやられるのはそれはそれできつい。このゲームのストーリーモードの一周クリアに必要な所要時間はプレイで約4時間。1999年に発売されおそらくこのゲームのルーツとなったであろうプレステ1のゲームのストーリーモードは2時間半ほどで終わるのだが、システム面の作り込みの差が圧倒的で、プレイ後の満足度は後者がはるかに高い。一応プレイヤブルキャラの解禁は7部までのクリアで完了するのだが、とにかく最大の売りである各キャラの演出を見るためにもこのストーリーモードをプレイするのは必須条件である。なので普通にプレイしていればどうあってもシステム面の作り込みの荒さに気づくので、少し触ってこのゲームに満点をつけるといったことは考えにくい。ジョジョの原作が好きなユーザーならなおさらではないだろうか。俺は誰なんだ？何はともあれプレイヤブルキャラの解禁は完了。このゲームは多数の別衣装やポーズでキャラを自分好みにカスタマイズできる。そのカスタマイズ要素を増やすために必要なモードが、このモードはエネルギーが溜まっている分だけ無料で遊べちまうんだ。無料で遊べちまうんだ。ありのまま今起こったことを話すぜ。俺はフルプライスのゲームを購入したと思ったら一つのモードを遊ぶ際に無料でプレイできることを強調された。このゲームが炎上した大きな要素の一つがこのキャンペーンモード。ストーリーモードの時にも話したがこのゲームの発売前の宣伝の力の入れ方は凄まじいものがあった。その中でこのモードの存在は発売前日のオンラインイベントまで伏せられていた。このモードがどういうものかというと、まず右上のスタミナゲージを消費して探索を行う。出てきた CPU 操作のキャラと戦う。そしてカスタマイズに必要なアイテムが手に入るという流れになる。ちなみにこのビジョンというのは外れ。目当てのキャラのアイテムやコスチュームを手に入れたい場合はキャンペーンごとに設定されているボスキャラと戦う必要がある。しかしボスキャラの出現率は各4から 7% ちょっと。普通にプレイしながら遭遇を狙うのは現実的ではないので、確率で発生するイベントやアイテムを使って指定したボスキャラの出現率を上げるのが前提となる。しかしボスの出現率を 100% にして戦えれば狙ったアイテムが確実に取れるというわけではない。ボスキャラの出現率アップの持続時間は10分、しかも戦闘に勝利しても手に入るアイテムはランダム。さらにスペシャルコスチュームは体力を全て削り切らなければ入手できない。ボスキャラと遭遇したら残りのスタミナを倍プッシュして与えるダメージを増やすことができる。このボスキャラは特別体力が多いやつなのでスタミナを半分使っても全然削れないのだが、とにかくカスタマイズアイテムを集めるにはスタミナを大量消費しプレイすることが要求される。体力15000のボスキャラを削り切って獲得できたカスタマイズアイテムはそいつから入手できる全体量の3割弱。ス
好きなキャラのカスタマイズアイテムをコンプリートするには1人につきボスキャラの HP を約5万削らなくてはならなくなる。結局このモードでやっていることはただ CPU キャラを処理するだけの作業。なんでフルプライスのゲームを買ってこんなガラケー時代のソシャゲのようなことをせにゃならんのだ。さらに当時プレイしたことのない人にはもう一つ教えておかなくてはならないことがある。この行動に必要なスタミナだが、1メモリの回復に必要な時間は発売から1年半後のアップデートでようやく2分になった。発売当時の回復時間は何分かご存知だろうか？ 5 分。10分。20分や。当然そんな回復速度ではそもそも満足にプレイすらできない。そこでスタミナ回復アイテムやサポートアイテムを有料販売して、追加で課金を促すというのがこのモードのコンセプトだったのだ。多少の無料配布はあったが必要量が尋常ではないので当然焼け石に水。キャンペーンモードの存在をギリギリまで伏せていたことに加えこのような仕様が判明したことで当時の多くのユーザーの怒りは爆発し、無料で遊べちまうんだはこのゲームを代表するセリフになってしまった。大ブーイングを受けすぐさま回復速度4倍キャンペーンが開催。その後キャンペーンは継続され2年間は1メモリ5分回復が定着したのだった。しかし1メモリ2分の現在であっても要求時間が超多いから結構大いに変わった程度だし、昔のソシャゲのようなゲーム性という根本的な問題の解決にはなっていない。当時カスタマイズアイテムを手に入れるために連射パッドをセットして何百時間も放置したのは苦い思い出である。さてようやく対戦に関してのお話。一人用モードの問題点は先ほど挙げた通りだが、当時最も問題視されていたと感じたのはゲームバランスや対戦システム。キャラクター間のバランス以前の問題が初期は散目された。まず根本的な仕様としてこのゲーム、ダメージ量が少ない。普通の格ゲーとは大体ダメージ量が2倍くらい違う。ストーリーモードにやたら時間がかかったのもこの仕様が原因である。他にも格ゲーで減視されるべきと言われるフレームレート 60fps も満たしておらず半分の 30fps。あとやたら遅い歩きなども合わさってゲームスピードが遅い。そしてジャンプがやたらと強い。一般的な格ゲーと違い初期はジャンプの移行が爆速で着地硬直もほとんどない。それに加え普通の格ゲーと違って全体的に対空技が弱いため、ジャンプ攻撃を先に当てるかジャストガードを決めて回避するかのゲームになっていた。次にこのゲーム独自のシステムをいくつか紹介。まずはイージービート。弱攻撃を連打するだけで簡易的な1ゲージ使用コンボを出してくれるというもの。しかしながら調整不足で普通に繋がらないキャラがいたり、1ゲージ技がそもそも攻撃技ではないキャラは単にゲージを無駄遣いするだけという事態も見られた。スタイリッシュムーブ。相手の攻撃をジャストでガードすると無敵&軸移動で回避し即時反撃ができるシステム。しかしながら発動判定がかなり緩いという問題があった。下と斜めを小刻みに入力すれば容易に発動できるため、ローリスクハイリターンな守りが可能となる。投げは回避できないのだが、初期の投げはやたらと威力が低いため脅威とならない。体力下の黄緑色のゲージがある限り回避が行えるため、ゲージ消費量の修正や投げの威力上昇がされるまで小刻みに突進しながら守りを固める戦法が猛威を振るった。ステージギミック。特定のエリアでダウンしたキャラがいると発動し、時間差でギミックが発動。なのだが発動時の演出がスキップできず戦闘テンポが悪化。そもそも1対1で腕を競い合う格ゲーにおいて横槍が入るのは単なるストレス要素であり必要性を感じない。ストーリー、キャンペーン、ランクマッチといった肝心なところではオフにできないためモヤモヤが常につきまとう。シチュエーションフィニッシュ。ステージの特定エリアで必殺技フィニッシュを決めると演出が追加される。これは好き。戦車場に踏まれるアムーとかゴミ収集車に放り込まれるジョルノとか、ミスマッチな場面が頻発するのだがこれはこれで笑えるのでよし。ラッシュモード。カプコンのジョジョゲーのあれ。ラッシュ属性の技が勝ち合うと連打でラッシュの速さ比べが始まる。狙ってやらないとまず発生しないので基本空気。次に永久コンボの存在。発売当時のこのゲームは浮かせた相手にいくら攻撃を当てても落下速度が一定であり、特定の条件下でキャラを半永久的にお手玉できるというものだ。理論上全キャラで可能ということでこのゲームは永久コンボばかりのゲームだったと認識してる者も多い。しかし実はこの認識は正しくない。このゲームは横移動の他に軸移動もあるゲームであり、画面端でこのように攻撃を当て続けても軸がずれない状況は極めて限定的。お互いが動き回る実戦でこのような状況になることは皆無と言ってよい。
このボスのバスケもただジャンプ表を繰り返しているだけなのだが、見た目以上にタイミングがシビア。他の A 級コンボとされていたものも多くが限定的だったりシビアかつ難易度が高い。加えてオンライン対戦はこのゲームが 30fps なのに加えて環境を整えていても微細なラグや処理落ちがあった。普通にプレイする分にはなんとかなったが精度を求められるコンボは確実性に欠ける欠点があった。ただ実戦において可能な A 級コンボも確かに存在した。その一つがナランチャの A 級コンボ。コマンドミスをしない限りはステージ中央、壁際問わず可能。他にも DLC キャラであるシゲチンも割と簡単に無限ダウン追撃を決めたりできた。しかし2週間後のアップデでこれらや浮かせる系の A 級コンボはまとめて修正。ナランチャとシゲチンの A 級コンボが発見されたのは発売から1週間後くらいだったので対戦環境で見かける期間も少なかった。何より発売初期の対戦環境はコンボ練習をするよりももっとお手軽で凶悪な仕様を持ったキャラや戦法が流行っていたのだ。最後はそのお手軽で凶悪な仕様によって初期の環境で特に暴れていたキャラを紹介。まずはジョセフ・ジョースター。とにかくジャンプキックがヤバい。発生判定リーチ全てが壊れており、ジャンプが強いという初期の仕様の恩恵を最も受けていたキャラ。とりあえずジャンプキックを振っておくだけで大抵のキャラに対して有利が取れ、命中したらそのまま弱連打でイージービートに繋げば勝てるお手軽キャラであった。遠距離攻撃やダウン追撃技も備えており、対応できる状況の幅も広い。どうだ、すげえだろ。お次はディオ様。対戦ゲームにおけるキャラクター間のバランス調整は常につきまとう課題。しかし当時問題になったのはそれ以前の話で、明らかな設定ミスレベルの仕様があった。残り2キャラは特にそれが顕著。まずはこの吸血。左下のディオ様のゲージ量に注目。絞りかすだ、最高に入ってやぜ。ゲージ1本増えた。ジョースター家のキャラに当てた際1ラウンド1回、ゲージを1本獲得できる。さらに体力回復効果もあり、全体的なダメージが低いゲームなので吸血を繰り返しているだけでどんどん体力リードを奪うことができる。ダメージ量も普通のコンボ技と同等。しかしディオ様にはもっとヤバい技がある。ディオ様と次に紹介するもう一人はバーストが使用可能。こちらの方はダメージ中にスタイリッシュムーブと同じことができる。しかも使用コストはたったのゲージ 0.5 本。ゲージの最大ストックは3本。吸血コンボで 0.4 本ほど回収できるのでかなりの高頻度で使用できる。モーションの長い技を受けている時に使えば当然無防備な相手に反撃ができる。相手はゲージ1本消費してキャンセルをしないとフルコンボが確定するので、攻撃を当てているのにリスクを抱えなければならないというとんでもない理不尽を押し付けられる。無駄無駄。運命はこの俺を頂点に選んでくれたのだ。最後はボスことディアボロ。無意味な行為だったな。こちらもバーストが可能。ディオ様のと違う点は即時行動可能ではなく時飛ばしを発動するというところ。時飛ばしというのは当て身でも発動できる技で、画面が赤くなっている間相手は一切行動ができない。時飛ばしは一定時間経過するかディアボロが攻撃を行うと解除される。相手は行動できないものの操作の先行入力はできるので、通常なら時飛ばし終了後の攻撃に備えることができる。ただしモーションの長い技中に時を飛ばされると話は変わる。長いモーション中に時を飛ばされた相手は技のキャンセルもできないため、終わり際に攻撃を合わせられるとフルコンボを食らうことが確定する。そんな効果のバーストディオ様同様ゲージ 0.5 本で使用可能。モーションが長い技が主力のキャラは、攻撃を当てているのに反撃を受けるのが確定という理不尽芸を強いられる。まあ先に紹介したディオ様の方が実戦で使える技も多く総合力が上であるのだが、それでも低コストのバーストを持っているというだけでも十分すぎるほど強いキャラであった。これらのバーストやディオ様の吸血などは発売から1ヶ月半後のアップデートで大幅に弱体化されることとなる。こうして並べてみても発売当初のこのゲームはビジュアル面以外のシステムには大体問題があった。この動画で取り上げたものを含む多数の対戦関係の問題点は3ヶ月かけて修正されていくことになる。最初はトラブル処理に見舞われるかのような修正ばかりだったのだが、対戦システムの不具合や問題点の多くは改善され次第にキャラクター間のバランス調整にシフトしていく。
そのアップデートではよりキャラの個性を強く、より対戦の駆け引きを楽しめるような調整がなされていった。最初はキャラクター間のバランス以前の問題だったこのゲームだが、度重なる調整で対戦ゲームとして真っ当なものに変貌を遂げる。後にはそこからさらに調整を加えたりアーケードモードが追加された海外版も発売。2015年2月には日本版にもその調整が適用され最終版となる。対戦ゲームとしては発売当初と最終版とでは全く別のゲームとなっている。しかしゲームというものはたとえ最初から面白いものであっても、同じタイトルを1ヶ月以上やり続けるユーザーはそれほど多くない。発売当初悪い意味で話題となったこのゲームは今でもそのイメージを引きずっている人が多く、アップデで改善されたことに関して語られることは少ない。またこのゲームは初回特典や無料分を含め計9体の DLC キャラが追加されている。しかし無料で遊べちまうんだ、のせいで課金に対するユーザーのイメージはマイナスを振り切っており、発売後のイベントで DLC キャラの PV が公開されても発売前とは打って変わって冷ややかな反応が見られた。特に荒木先生の過去作馬王来訪者から特別参戦した橋沢育郎。ウェザーもディエゴもいないのに馬王？オールスターと歌っているのにキャラが足りない状態で別作品出してる場合か。こんな感じの辛辣な批判にさらされていたのを記憶している。そんな批判を受けてなのか真相は不明だが、後述する次回作ではなんとリストラされてしまった。その次回作というのが2015年12月に発売されたジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。ASD の超クオリティのビジュアル面を引き継ぎ今度は 3D アクションゲームとして登場。ストーリーモードのシナリオは荒木先生監修のもと制作され大ボリューム&素晴らしい出来栄え。参戦キャラクターも大幅増量した上で追加 DLC は一切なし。ゲーム内容も ASD の反省点がよく活かされており、簡単操作で全52キャラの特徴を味わえるやりごたえ抜群の内容。カスタマイズアイテムの入手方法も大幅改善。対戦バランスはやや難があったが ASD と比べれば全然遊べた上発売後にすぐさま修正。一部のキャラを除けば対戦ゲームとしても十分に楽しめる内容となっている。そして何よりキャラクター同士の掛け合いの種類が尋常ではなく、同じ部同士はもちろん部を超えたキャラ同士の掛け合いを見るだけでもかなり楽しめる。そんな良作として発売された次回作であったが、売れなかった。ASD の初動の炎上がユーザーに強く印象づいてしまい買い控えるものが続出。初週売上は PS3、PS4 版と合わせて前作の10分の1以下である約4万本。ちなみに私はこっちも発売日に予約購入して今も持っている。とにかくいくら良作となったゲームでも購入者が少なければどうにもならない。これ以降家庭版のジョジョゲー展開は長らくなりを潜め、ソシャゲやアーケードでやっていくこととなる。しかし今年2022年3月、突如ジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトル R が2022年初秋に発売されることが発表された。ASD 当時アニメ化していなかった部もキャスティングをアニメ準拠に一新。キャラのデフォルトカラーもアニメ版準拠となった。最新機種はもちろん PC でのプレイも可能となり解像度やフレームレートが大幅強化。ゲームシステムもゲームスピードの調整、ヒットストップの追加、一部技性能の調整など、ゲームデザインを変更。PV では戦闘中に仲間を呼んでアシストしてもらう場面も見られた。不要だったストーリーモードとキャンペーンモードは削除され、新たにオールスターバトルモードが追加。様々な対戦カードを楽しめるモードで、原作の組み合わせはもちろん部を超えたものも多数存在し様々な掛け合いが見られるとのことだ。まさかの家庭版ジョジョゲーの新作発表を機会に改めて ASD を振り返り苦い思い出が蘇ったりもしたが、なんだかんだ ASDR の発売は非常に楽しみである。願わくば新作の発売で名誉挽回しアイズ・オブ・ヘブンもリメイクを、そして家庭版ジョジョゲーが活気づいて他のタイトルの新作や家庭版参入も期待したい。今アーケードで展開しているラストサバイバーの家庭版とかね。それでは語りたいことも一通り語らせてもらったところでこの動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。